石津優子と申します。私の専門はコンピューテーショナルデザインで、建築や、建設業で働いています。建築や建設業、製造業の中で、コンピューテーショナルデザインを用いて、自動化や、ワークフロー改善に取り組んでいる傍ら、自分の、アートワークとしてキャンドルを作って、ストアで売っています。キャンドルを作るきっかけっていうのは、私が働いているフィールドっていうのは、プロセスをデザインするっていうことなので、そのプロセスっていうのがいつも見えなくなってしまうっていうところがあって、でそのプロセスを見えるような形で人に届けて、自分の仕事っていうものをこう人に伝えるみたいなことを、してみたいと思って、キャンドルにしてみようというのがきっかけで作りました。このキャンドルはフーディニを用いてデザインをしていて、主に数式の美しさを表すような造形をベックスで描いて作っています。型を 3D プリンターで作って、そこにろうを流し込んで、その固まった後にそこから取り出して、このようなキャンドルを作っています。フーディニを選んだ理由としては、こういった計算をして、形を変えるっていった時に、とても早く動くっていうところがまずはフーディニの魅力として使いたかったところです。で、こういった、ボロノイを応用した形みたいなものも、他のソフトウェアを使うと、計算がすごくかかるようなところを並列的に、計算をかけて、形を作ることができるのが、面白いなと思って、こういった、ツールを選びました。この形は全部、ベックスラングルを用いて使っています。パラメーターの少し、違いや数式の、違いで様々な形の表情を出しています。どのようにフーディニを使っているかというと、主にフーディニの、ラングルを使ってベックスで書いて数式を表しています。その数式は主にサインの数式をよく使ってるんですけど、パラメータの違いや式の違いで様々な表情を出すことができています。他にはフーディニで G コードを出すようなプログラムを書いていたりします。で G コードっていうのは 3D プリンターが動くコードなんですけれども、それを使ってセラミックだったりとかプラスチックのプリントをするための G コードを書くためのフーディニのコードを書いたりしています。フーディニでなぜこういったモデリングをしてプロダクトを作ったりしているのかっていうところなんですけれども、まずはこういったタイルでも使ったんですけど、ジェネレーティブなデザイン、時間軸を含むようなデザインっていうのをもともとしてみたいっていうモチベーションがありまして、それをするには、今まではたくさんのコードを自分で書いて、でその書いた後のリザルトもかなり待ってそのフィードバックが出てきてっていうような形だったんですけど、フーディニを使うとその時間軸を含んだようなデザインがすぐにできて、かつそのリザルトですね、結果がとても早く現れるっていうところがとても気に入って使っています。で特にスライダーですとかそういったちょっとパラメータを変えて、じゃあどんな形が出るんだろうっていう結果が出るスピードがすごく速いので、デザインフィードバックにたくさん、多くのイタレーションを、かけてデザインのフィードバックっていうのができるので、フーディニを使うところの、素晴らしさが出ているのかなと思っています。